寮の人にとってだけじゃなくて、もっと世の中の大勢の人にとっても必要な、わかんないですけど。国際交流基金主催 JFF プラスインディペンデントシネマをご覧の皆様、こんにちは。本日は配信作品ワンダーウォール劇場版より演出の前田裕樹さんをお迎えしてお話を伺ってまいりたいと思います。前田さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。ワンダーウォール劇場版、これもともと NHK という日本のテレビ局が制作した作品で、前田さんもNHK さんに所属していらっしゃるというふうに理解してますが、はい、この作品を演出することになったいきさつを教えていただけますか？はい、NHK っていう、日本の、公共放送というのがあるんですけども、はい、全国に局がありまして、はい、で、私は京都のっていう町の放送局にいたんですけども、いわゆる地方にあるテレビ局が作るドラマの枠というのがありまして、で、僕とプロデューサーとで企画を開発して、ドラマにしたというのが一つです。まだ入局したてぐらいの時期に、はい、若手として企画通るんですね。素晴らしい。そうですね。はい、ちょうど多分3年目ぐらいだったかと思うんですけども、結構その若手も企画が出せる枠ですし、地方の放送局のディレクターが、ドラマに挑戦できる、本当に少ない枠の中の一つというところで、で、一度ドラマというものにも興味があったので。はい。脚本の渡辺彩さん、はい、日本で評判の高い、脚本の方なんですけれども、彼女はすんなりお答えしてくださったんですか？そうですね。本当にもうその時は右も左も分かってなくてですね、はい、渡辺彩さんに聞いてみようみたいな感じで、聞いてみたんですけども、本当にまさか今思うとですね、受けてくださるとは思わなかったんですけども、京都に、来てくださって、はい、で、企画のお話をさせていただいて、で、最初はどちらかというと、学生寮の文化、カルチャーみたいなものを、もうちょっと前に出した、はい、いわゆる青春劇というか、そういうものだったんですけども、古い寮みたいなものが、なくなっていくことということへの問題意識みたいなものっていうのが、彩さん、渡辺彩さんの中にあってですね、そういった、渡辺さんの問題意識と作品の、舞台とかテーマみたいなものが、なんかちょっとうまく合致したところがあったみたいで、お受けいただいたと思います。はい。京都っていうのは日本で一番古都として有名な古い町なわけですけれども、はい、学生の町としても知られていて、はい、大学も結構たくさんあるんですよね。そうですね。大学がもうたくさんありますし、はい、本当にたくさんの学生さんが暮らしていてですね、京都の学生文化みたいなものっていうのは、多分ずっとあって、はい、で、学生寮みたいなものも、その一つなのかなと思います。はい、60年代、70年代的な、雰囲気を残した寮も、実在するといえば実在するし、ああいう文化が、実際に存在してるっていうことは言えるわけですよね。そうですよね。やっぱり京都っていう街自体が、古いものだったりとか、伝統みたいなものっていうのがもう街全体でもちろんその大切にしてる街なので、日本でも多分かなり珍しく、そういう古い学生寮みたいなものもあるのかなと思います。60年代、70年代の学生運動が盛んだった時代の空気がまだ残っていて、で、その大学の圧力に抵抗するっていうですね、今なかなか日本で権力に対して戦うっていう場がない中で戦う若者たちっていうところについては興味を持たれたところなんでしょうか？私自身も何か大きなものだったりとか、何か違和感があるものだったりとかに声を上げるということは、学生時代はなかったですし、自分がその暮らしてきた生活だったり生きてきた時代の中ではそういうものに出会う機会というのはすごく少なかったんですけども、それゆえに、逆にそういうの若者が声を上げるとか、何か自分の違和感があるものに立ち向かうとか、なんかそういったことについてすごく関心がありましたし、どういう心持ちでというか気持ちで若者が社会と接していけばいいのかということは、すごく関心がありました。実際の寮は
セット組まれたんですよね。そうですね。京都の隣にある滋賀県っていう場所があるんですけど、そちらに小学校の廃校跡みたいな、で結構撮影でも利用できる場所があって、ああいう木造建築といいますか、ああいう雰囲気を残した建物自体やっぱりなかなかなかったんですけど、ドンピシャであそこはすごく立地的にも近いというのもあって撮影にもいいだろうというのもあってですね、本当に奇跡的にあそこが見つかって、であそこにもう全部セットを持ち込んで寮を作ったという感じです。まずは美術がすごいんですけど、全体の見え方にも監督は当然とてもこだわられたわけですよね。あれは本当に美術スタッフの方がですね、いろいろとこう研究してくださって、私も本当に初めてセット立て込んだ後に、その廃校に足を踏み入れた時、本当にびっくりしてですね、ここまでやってくれたんだみたいな、正直そういう驚きもあるぐらい細かく、本当に場所がもう一つの学生寮なんじゃないかと錯覚するほど細かくですね、作り込んでくださってですね、本当にありがたいことでした。俳優さんたちが躍動されているわけですけれども、どのように演出をされたんでしょうか。でも今回その役者さんの多くは、オーディションでそうだったんですね。そうですね、メインの学生とかはもうオーディションで選んだんですけど、彼ら自身の中にやっぱりあるものとかっていうものか、それぞれ多分あったと思いますし、撮影前に京都の街でを歩いてもらったり、歩いてっていうか、ちょっとみんなでご飯食べたり歩いたりっていう、その京都の空気みたいなものを感じてもらうというか、入れてもらうっていうことも、あったのかなと思うんですけど、現場ではでも本当にそれぞれの皆さんがかなりグッと役に入り込んでくださることが多かったので、基本的にはなるべく邪魔をしないというか、セットも本当にあと照明もなんですけど、どこから撮ってもいいようになっていて、カメラも自由に動けるし、役者も自由に動けるっていう、例えば部屋のシーンとかですね、そういうような場をセッティングしてくださったので、ある意味そこに役者さんも没入してできたのかなっていうことと、あとカットも割らずに、なるべく通しでお芝居をしていただいて、その場その場の空気みたいなものを作っていくと。学生同士の話でもあるんですけれども、そのチームワークを作るために、やはりセットが大きく有効だったっていうことなんですかね。そうですね。それは確実にあると思いますね。本当にカメラ回ってない時も、学生さんみたいになんかちょっとくつろいだりとか、あとなんかゲームとか置いてあったんですけど、ボードゲームみたいな、なんかそういうのやってたりとか、もう場所に、ずっといるみたいな、やっぱりいながら、もうカメラ回ってる時も回ってない時も、空間というのが、やっぱり強固にあったので、そういったところでは、役者の皆さんが心を作るというか、感情を作っていくときにですね、きっと作用したんだろうなと思います。何かセットの中で印象に残っているエピソードとか。マサラという役がですね、キューピーと、庭で言い争うくだりがあるんですけども、ワンテイク目撮って2テイク目やるときに、なんかガラスが割れちゃって、勢いよくマサラが、手前の扉のガラスが割れちゃってですね。で、ちょっと一回撮影ストップみたいになったんですけど、なんかその時にエキストラの方がですね、その辺にあったギターを持って、なんか弾き語りというか、始めてですね、キューピーがそれ聞いて、なんか、しんみりしてたりとか、なんか普通トラブル起こって、やばいやばいみたいなところになるのかなと、思うんですけど、妙に落ち着いていて、なんか妙になんかまた別のところでギター弾き始めてみたいな、なんかこの感じがもうなんか、僕はなんかこのエリオっぽいなみたいなのがちょっと思ったりして。役者さんと世代が近いっていうのは、いい部分悪い部分どうでした？私個人としてはすごくやっぱりやりやすかったのかなと思います。特にキューピーの須藤蓮君とは、いろいろ話して、そういうふうに対等にというか、上下なく話せる。っていうのはもしかしたら良かったのかなと、この作品についてはですね。なるほど。注目のね、俳優さんもたくさん出てらっしゃって、ドレッドの若葉龍也さんが
素晴らしいですね。そうですね。本当に素晴らしいです、若葉さん。僕はすごく若葉さんの、ことで覚えているのは、はい、ドレッドヘアになって、で、初めてこの色の部屋にですね、はい、入ってきたときに、どこに自分がいようかっていうのを若葉さんがこう考えるんですけど、スッとこう立った場所がもうそこしかないってもうみんな思ったみたいな、そうだみたいな、いやーなんというか、そのこう感性というか、すごいなと。あとやはり私この作品でもう成海莉子さんの美しさが半端ないんですけれども、そうですね。はい、彼女についてはどうですか？成海さんがいたから成り立った設定だろうなと思います。ある種こうラブストーリーっていうのがあって、美しい、女性の学生科の職員というところが前提にないと説得力がない設定なので、成海さんの持っている雰囲気がすごくこうハマったというか、この世界観の中で説得力を上げてくださったのかなと思っております。で、とても不思議で見事だなとも思うのが演奏シーンに最終的になだれ込んでいくような展開なんですけれども、意図などちょっとお聞かせいただけますか？あれも実は脚本に書いてあったんですね。合奏って書いてあったんですけど、あのシーンはある種こう壁がない世界というものを私はイメージして、演出をしました。楽器弾いてる人ももちろんいるんですけど、なんかほうき叩いてる人とかもいて、音が鳴れば何でもいいという、もうそういう形で音楽収録をしまして、で、作曲家の岩崎大成さんがですね、本当に素晴らしくまとめ上げてくださったんですけども、どういう形でも誰もが参加できる、ものだし、音楽で一つになっている世界というのは、なんか、この壁をめぐる物語の最後にあることで、その向こう側というか、なんかそういったものを感じてもらえるんじゃないかなと思って。なるほど。撮影には時間はかかったんですか？前準備がものすごく大変でした。本当に呼びかけて、弾いてくれる方をっていうところだったので、当日初めて合わせる。で、しかもその、楽器の編成とかも要はそういうオーケストラみたいにこう、きっちりしてるわけでもないので、ですよね。いろんなものがあって、それこそほうきもあって、ブブゼラもあってみたいな。どうなるんだろうというのはですね、ちょっとわかんない。やってみるまでわかんなかったんですけど、結果的にその参加してくださった方も、すごく、楽しそうに演奏してくださって、そういう、なんでしょう、自由な世界というか、なんかそういったものが表現できたのかなと。特に今回こちらの配信で世界中のまた若者に見てもらえるチャンスがある。日本の愛すべき大学生たちがどのような感動を海外の若者に与えるかと思うとワクワクするんじゃないですか？いや、そうですね。本当に海外の若い方が見てどうお感じになるのかっていうのはすごく興味がありますね。ラブストーリーであって、かつ抑圧に抵抗する青年たちの話というのはとても普遍的に訴える力がある作品ですよね。ある種抵抗だったり、そういうものも描かれてるんですけども、自分がその時まだ大学生に出てそんなにまだ時間が経ってないというのもありましたけど、やっぱ脚本を読んだ時になんか若者の苦悩だったり、応能みたいななんかそういうものにすごく共感したというか惹かれるものもあって、その姿はなんかその時の私でもわかるし、すごくこう普遍的なものになるのかもなと思ったので、なんか若者を描きたいっていうのも一つありました。ワンダーウォール劇場版演出の前田裕貴さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。